おや、ようこそナビゲーターさん。お付きの方もついてくるとは思いませんでした。誰がお付きだってのよ、このちび庭師。ただの庭師じゃないですよ。聖杯の水を与えることでより美しく花を咲かせることができるのです。じゃあ偉大な庭師とか伝説の庭師とか呼べばいいのかしら。私は騙されないわよ。聖杯で水を与えたらどうこうなんて信じてないから。あら、嘘ではありませんよ。聖杯の水には植物の成長を促す栄養剤が含まれていて、科学的にも効果が証明されています。科学を使って奇跡っぽく見せるのは詐欺っていうのよ。信じてる人に謝った方がいいんじゃない？それを詐欺だとおっしゃりたいのならお好きにどうぞ。人々が必要としているのは再現できない奇跡でしょうか、それとも安定して見せることのできる幻想でしょうか。ともあれ私は後者を選んだだけです。詭弁ね。教会に告発してもいいのよ。聖女と部外者、教会が耳を貸すのはどちらでしょうね。さて、関係ないおしゃべりはここまでにしましょう。今日の主役がお待ちですからね、ナビゲーターさん。シーシャさんから聞いたのですが、パインレイドの歴史に興味をお持ちとか。ああ、この町の特殊な状況は全てそこから始まっているみたいだからな。あとコースガードさんもあなたに会いたいとのことでしたのでお誘いしておきました。コースガード？あの騎士団長？ナビゲーターに何の用よ。会えばわかるでしょう。独占欲を出しすぎるとあなたが避けられてしまいますよ。これはナビゲーターがフラフラしてるから悪い女に騙されないか心配してるのよ。どこに死角が潜んでいるかわからないでしょ。まあ彼女が来るまでちょっとお話でもしましょうか。パインレイドのことか？いえ、これを。メリア、なぜこれを持っている？おや、なぜそんなに驚いているのですか？不運にも注意力のない方からちょっと拝借しただけです。これは危険なものだ。すぐに返せ。わかりました。私には無用なものですし、ちょっと興味があっただけですので。でもその前にこれが何なのか教えていただけますか？その首に蛇が巻きついたような表情、好奇心がくすぐられます。何条件を出してるの？最初からあんたのものじゃないでしょ。メリア、理解してくれ。これは機密事項だ。機密事項が外部の手に渡るのはよくありませんね。でもその辺の草むらで拾っただけかもしれませんよ。それでもナビゲーターさんは罰せられるのでしょうか？ご心配なく。本当に好奇心だけですから。私もアイギスのドライバーですし、こんなことで職を失いたくありません。誰にも言わないと誓えるか？神の皆において決して口外しないと誓います。あんた神様信じてないでしょ。わかった、教えよう。ちょっとナビゲーター。ええ
人は互いに疑ってはなりません。私たちは皆神の子ですから、互いを信じて心を開くのです。お返ししますね。これからはお気をつけください。またうっかりこんなことになりませんように。肝に銘じておくよ。それではこのアイテムが何なのか教えてください。君もドライバーだし、巨大化のプロセスは知っているだろう。 NBS 剤を注入して原価プールに飛び込むですね。言い換えれば、原価プールを備えた基地がなければ巨大化できず、現在と戦うこともできません。これはその問題を解消するために開発されたものだ。へえ。とある変人がアストラルと名付けた。変人？どれくらい変ですか？コースガードみたいな感じですか？コースガードに失礼すぎる。これはポータブル型の原価プールのようなものだ。これを使えばドライバーはいつでも巨大化できるが、まだ開発段階で使用のリスクも非常に大きい。リスク。一度巨大化したら元に戻らないとか？正確に言えば高確率で元に戻れなくなるだ。思ったよりつまらないものでした。アイギスの研究員も落ちたものですね。反省したか？間違って使ってたら反省しても遅かったんだけどね。どうってことありませんよ。昔はもっと危ないものをいえ、拾ったことがありますから。さて、私の好奇心はもう満たされました。聖杯の水を与えられた草花のように満足しています。コースガードさんはまだ仕事が残ってるみたいですね。最近治安がますます悪化してますから。では待っている間、先ほどのお礼に私もちょっとした機密事項を教えて差し上げましょう。機密？パインレイドのか？それとも教会の？私の機密です。あなた方は悪い人じゃなさそうですから特別ですよ。教会の聖女である私がなぜ世間を冷めた目で見ているか知りたいですか？聖女という身分は今身につけているこの豪華な衣服のように脱いだり着替えたりいつでもできるもの。身につけた衣服を自分の体の一部だと思う人はいませんよね。身分も同じです。まあ生まれてからずっと豪華なドレスを着続ける人もいますが、私には無縁な贅沢です。贅沢かもしれないけど、私はその服を脱ぎ捨てたいわ。選択は自由ですよ。私にも選択肢があればおそらく同じことをするでしょうから。ですが私は東エリアのスラム街で育った孤児です。生き延びるために必要なものはペテンと盗み、そして金持ちが捨てたゴミでした。7年前、私はそのゴミを拾うために西エリアに来たのです。教会はまさにそのようなゴミでした。時代遅れの廃棄物のおかげで飢えずに生き延びることができたのです。私はスラム街で培ったペテンの腕前を発揮し、経験で貧困法制な信者へと姿を変えていきました。そして君は司祭になり聖女になり西エリアに定住したんだね。そうです。
悪臭は変わらず頭壁を持つ聖女になりました。東エリアから今まで君がしてきたことに俺は何も言えないけど、今のようになったのはまさに奇跡と言えるんじゃないか。慰めの言葉ありがとうございます。でも奇跡なんてものはありませんよ。私を生かしてくれたのは奇跡でも祈りでも愛でも優しさでもありません。人の優しさにつけ込んで人の気持ちを欺いて信頼を盗み取ることです。そんな卑劣な行為を奇跡と呼ぶのであれば、そんな世界は一刻も早く滅びた方がいいでしょう。ああ、貴族の晩餐会であんたが言ってるような光景を見たことがあるわ。だから私は自分の生きる道を変えようって思った。だけどあんたは彼らとは違うわ。あんたはただ生き延びようとしただけでしょ。最初はそうでしたが、今も何も変わっていません。理想主義で空虚な教会の教えは私を真の聖女に変えることはできませんでした。私に根付いた利己主義は今さらどうやっても洗い流せませんよ。別の視点から見れば、私は西エリアの聖女の皮をかぶった完全なる東エリアの人間なんです。利己主義は東西関係なくごく一般的な考え方だ。もちろんそうですね。私はパインレイドの政治的な現状に合わせてそう言っただけですよ。今調査中なんでしょ？ああ、この町の問題はよくわかった。お役に立てて光栄です。では。長らくお待たせして申し訳ございません。ナビゲーター殿、そしてチャリサー殿、パインレイドの現状に関心を持ってくださり感謝いたします。回りくどいことはあまり好きではないので率直にお伝えしましょう。私はあなたにとても興味があります。ナビゲーター殿。お互いのことをもっとよく知るために、ここで私と決闘してください。